通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、UBI ソフトからの話題になります。今回ですね、以前もお伝えしましたが、こちら見えております、アサシンクリードシリーズの責任者ですね、マーク・コテ氏が、この UBI ソフトを相手取って、訴訟を起こしました。いやー、驚きましたね。この時はですね、退社したと伝えられておりまして、円満ではないだろうというのは、その彼の言動からね、読み取れていたわけですが、今回ですね、それが確定したという形になったようです。そのね、訴訟の内容というのも出ておりますので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。皆さん、なんとですね、本日、こちらですよ、こちら。ね、アサシンクリードの UBI ソフトからの話題になります。以前、こちらの動画でお伝えいたしました、アサシンクリードの責任者、プロデューサーですね。マーク・コテ氏が UBI ソフトをね、退社しました。で、これがね、実際どういった退社だったのかというのはよく分かっていなかったんですが、その後ね、彼がリンクトインで不満をぶちまけるというね、こういった事態になりまして、円満ではないだろうと、このように言われていたんですね。すると、なんとですよ、今回、このマーク・コテ氏が UBI を相手取って、訴訟を起こしたというんですよ。でね、これから本題に入りますが、ちょっとその前に、最近ですね、YouTube、特にね、ショート関連になりますが、アルゴリズムが変わったり、システムが変わったりしてね、これを解説する界隈、海外のチャンネルなんかもね、大騒動になっておりますが、最近ですね、チャンネル登録が勝手に外れてたっていうコメント結構いただいてるんですね。なので、ちょっとね、ぜひこの機会に、一度ね、チャンネル登録されているかどうか、確認いただけたらと思います。チャンネル登録してなきゃしてないでね、毎日見てくださってる方は、勝手におすすめ上がってくると思うんですが、例えば、プクタがね、何かあってまとめてお休みいただいちゃったりすると、チャンネル登録してないとね、これすらなくなってくるので、あとコミュニティでお知らせを出しても気づけないんですよね。なので結局ね、毎日見てるよという方いらっしゃったら、チャンネル登録ね、していただけたらと思います。あと勝手に外れちゃったよという方、もし本当にいらっしゃいましたらですね、ちょっと一度ね、その辺ご確認いただけたらと思います。じゃあまずね、こちら、マーク・コテ氏になりますが、この人物の概要とですね、これまでの経緯、ざっと振り返ってみたいと思います。マーク・アレクシス・コテは、UBI ソフトケベックで、プログラマー及びレベルデザイナーとして働いた後、2020年から2025年に同社を去るまで、アサシンクリードフランチャイズ全体のエグゼクティブプロデューサーを務めた。2025年10月14日、UBI ソフトのスタッフ向け内部メモにより、コテ氏が同社を去ったことが発表された。これは UBI ソフトと中国の複合企業、テンセントが共同出資する子会社、バンテージスタジオの立ち上げ最中の出来事だった。ここがね、今回ポイントになるんですね。バンテージは UBI ソフト CEO のイブ・ギルモの近親者、いとこで UBI ソフトモントリオール共同創業者のクリストフ・デレンヌと、息子で UBI ソフト傘下、オーリエントスタジオの共同責任者であるシャルルによる縁故的な共同統括体制のもとに、アサシンクリード、ファークライ、レインボー6の開発を支援することになっていた。デレンヌとシャルルは、新会社の始動前にコテに指導的ポジションを提示していたが、彼はこれを辞退。退社の翌日に投稿したリンクトインの文章で、提示された職務は近年自分が担ってきた仕事と比べて同じ規模、権限、継続性を持つものではなかったと説明している。この事態を受け、UBI ソフト幹部はアサシンクリードに対する彼の監督権限を新たな組織体制により近い人物に引き継がせることを決定し、彼に身を引くよう求めた。ということで、つまりね、UBI とテンセントの合弁会社、バンテージスタジオというのがあるんですね。で、ここのトップというのはですね、CEO のイブ・ギルモの親族なわけですよ。縁故採用なんですね、つまり。ここはね、そのいとこと息子が仕切ってるわけですよ。そして、このアサシンクリードの責任者、マーク・コテ氏は、この下につけと言われたものですから、つまりはこれが降格じゃないかと。これにより退社に至っていたというわけです。つまり、格下げして追い出されたという主張ですね。そして今回このようになりました。元アサシンクリードフランチャイズ責任者が Constructive Dismissal を主張して約100万ドルで UBI ソフトを提訴。ということで今回ね、こちら大変重要なキーワードになります。Constructive Dismissal。こちらが本日のキーワードになります。で、本日はね、こちら用語の解説ですね。これね、2つの単語がくっついています。まずこちらですね。Constructive というのは建設的。そしてその後ろですね。Dismissal というのは解雇、解任という意味なんですね。fire よりもフォーマルな言い方です。でね、この字面だけを見ますと、
建設的な解雇という意味になるでしょう。なんですが、この2つが組み合わさりますと、全然違う意味になるんです。雇用法において、雇用主が敵対的な職場環境を作り出した結果、従業員が辞職に追い込まれるケースを指す。これは法定または契約上の退職金や福利厚生の支払いを回避するために雇用主が用いる戦術となることが多い。ということでこちらね、コンストラクティブディスミソルというのは実質的な解雇、追い出し解雇という意味になります。つまり立て付けとしては自己都合で退職しているにもかかわらず、事実上は追い出されたと、こういう意味になるんですね。ということでこちらは元アサシンクリードフランチャイズ責任者が追い出されたと主張し、約100万ドルで UBI ソフトを提訴。この PC ゲーマーね、この出だしがすごいんですね。元アサシンクリードシリーズ責任者マーク・アレクシス・コテはシリーズ史上最も成功した作品の一つであるシャドウズの発売からわずか7ヶ月後に UBI ソフトを去った。ね、PC ゲーマー面白いこと言いますね。最も成功したシリーズの一つと、イーロン・マスクら著名人がこのゲームを嘲笑する中で彼は作品を擁護しており、UBI ソフトが彼の退社を発表した翌日、それは自分の意思ではなかったと語った。そして今彼は訴訟を起こしている。昨年10月にこの問題について最初に語った際、彼はリンクトインで新設されたバンテージスタジオでの役職を提示されたと明かしたが、それは近年自分が託されてきた仕事と比べて同じ規模、権限、継続性を持つものではなかったと述べていた。当時から退社に前向きではなかったことは明らかで、これは本当そうでしたよね。私は自分自身をアサシンクリード号の船長だと考えるようになった。船に乗る全ての魂が安全になるまで離れない人間だ。そして私はできる限りそうしてきたと語っている。金曜日、ラジオカナダはケベック州の上級裁判所において2年分の給与と7万5000ドルの精神的損害賠償を含む130万カナダドル。これね、米ドルで約100万ドルとありますが、こちら、コタクの報道によりますと、こちらね、93万5000ドルになってますね。これね、現在のレートで約1億4680万円です。この損害賠償を求めたと。訴状はアサシンクリードシリーズを管轄するバンテージスタジオの設立以降、それまで CEO のイブ・ギルモから直接指示を受けていたコテ氏の影響力は失われていったと主張している。つまりは、これまではナンバー2だったにもかかわらず、バンテージスタジオに行くことによって、ナンバー4に落ちてしまうと。明確なね、社内の格付けというのはわかりませんが、大体こんなイメージだったんでしょうね。つまり彼は、プロダクション責任者に就く予定で、その上には、フランチャイズの責任者がおり、この役職は、レインボー6、ファークライ、アサシンクリードの開発を統括する立場だった。しかし、フランチャイズ責任者のポジションは、フランス勤務が前提だったため、ケベック在住のコテは候補に含まれず、彼は、自分の選択肢は、明らかな降格を受け入れるか、不本意な退職をするかしかないと感じたという。ラジオカナダの報道によれば、コテはこれら一連の対応を受け入れがたいものであり、追い出しに当たると考えていた。これは労働環境が敵対的なものになったため、辞職が自発的なものではないとみなされるケースを指す。ということでですね、今回ね、このマーク・コテ氏なんですが、先ほどのキーワードの通りですね、結局のところね、自分が辞任したのは自分の希望ではなかったんだと。降格によって、さらにはフランスにも行かなきゃいけないし、それが事実上の追い出しになり、辞めざるを得なかった。これにより訴訟を起こしたというわけですね。で、今回ですね、この記事では詳細な数字というのが出ておりまして、先ほども言いました、130万カナダドル。これをね、損害賠償として求めていると。で、これには2年分の給与と7万5000ドルの、精神的損害賠償が含まれているということですので、ざっと計算すると、このコテ氏、年俸としてね、7000万前後の給料をもらう立場だったのかなというのが推測できますよね。では、こちら先ほどちらっと見ました、コタクですね。この訴訟は、アサシンクリードシャドウズの発売1周年を目前にして起こされたものであり、同作は2010年、アサシンクリードをブラザーフット以来、歴史アクションシリーズに携わってきたマーク・コテが指揮を取った最後の作品である。同作は当初2024年に発売予定だったが、シリーズ史上最長の新作空白期間をすでに記録していた中、さらなる開発期間を確保するために延期されていた。彼はこのフランチャイズが2つの別々の路線で進化していくと述べ、シャドウズはアサシンクリードオリジンズから始まったオープンワールド RPG 路線の進化を継続する作品であり、次回作アサシンクリードヘクセでは新鮮で異なるアプローチになると説明していた。しかし数年が経った現在もマルチプレイヤースピンオフ作品インビクタスや
モバイル向けゲームジェイドといった一部のプロジェクトは音沙汰がないままだ。一方で、アサシンクリード4、ブラックフラッグのリメイクは今後数ヶ月以内に発表されるとの噂がある。なお、UBI ソフト及びコテ氏は取材要請に対しすぐにはコメントしていない。で、この件ですね、収録時点にはなりますが、本当ね、先ほど出たばかりの話題となっておりまして、まだね、ほとんどネットの反応出ていないんですが、ちょっとね、いくつかご紹介しますね。こちら、アサシンクリードのニュースアカウントですね。アサシンクリードシャドウズで、ヤスケを入れるなど、最悪の判断をした張本人が、今になって泣き言を言っている。で、こちらね、やっぱりニュースアカウントですから、用語めの立場なんですね。ヤスケを登場させたのは、彼らが下した中で、最も賢明な判断でした。他のゲームに対して優位性をもたらし、彼は作中で最高の存在でした。また、クリエイティブディレクターは、ジョナサン・デュモンであり、彼は正しい判断をしたと思います。日本を舞台にして忍者としてプレイする朝栗は、俺のような本物の古参ファンや何百万人ものファンの間で最も望まれていた設定だった。残念ながら UBI ソフトはいつものようにコミュニティよりも論争を選んでしまった。ここね、それはシャドウズに関わったやつならこんなことするに決まってるよなと。彼はシンジケート、オデッセイ、そしてシャドウズにも責任を負っていた。むしろブランドイメージへの既存については UBI ソフトが彼を訴えるべきなのかもしれない。こちらね、コタクの記事が引用されています。マジで狂ってる。もう完全にトラブルが流れ込んできていて、問題が連鎖しているどころか艦隊レベルだよ。UBI ソフトにエールを送るけど、これは本当にやばい。彼らは数人を敵に回したどころか、ほぼマップ全体のヘイトを引きつけているようなもんだ。正直、この炎上と悪循環からどうやって抜け出すのか、全く想像がつかない。はい、ということで本日はですね、以前もお伝えしました、アサシンクリードシリーズの責任者、マーク・コテ氏が UBI を相手取って訴訟を起こしたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。やっぱり以前のね、コテ氏の反応を見る通りでしたね。この退社劇というのは、もう全くね、もう円満とは程遠いもので、コテ氏にとってはね、事実上の追い出しだったということが確定したと。いやー、すごいですよね。会社がね、ここまでおかしくなってしまうのかという感じですが、どうですか実際。今後ね、この訴訟がどうなっていくのか、どのような形でね、和解に至るのかなど、また続報がありましたらね、お伝えできればなと思っております。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。